我が子があなたの嫌っている人間と結婚しようとしたら素直に祝福できますか？ 1978 年アメリカのペンシルベニア州ピッツバーグ、ドナ・スタイルズは愛する男性ジャック・レインとの結婚式を翌日に控えていました。ドナの父親であるグレイディはこの結婚に激しく反対、婚約相手のジャックをひどく嫌っていたんです。しかしそんなグレイディの反対を押し切り、ドナとジャックの2人は結婚を進めました。そして結婚式の前夜、ジャックはグレイディに誘われます。少し話せないか？これを聞いた2人は大喜び。唯一反対していた花嫁の父から結婚の許しをもらえると思ったんです。グレイディの元に駆けつけたジャック。しかし彼を待っていたのは祝福の言葉ではありませんでした。なんとグレイディはショットガンを構え、ジャックを射殺。血を流し息絶えたジャックを胸に抱き泣き叫ぶドナ。そんなドナに対してグレイディはこう言ったんです。別れなければこいつを殺すと言っただろう。突如奪われたフィアンセの命。父親はなぜ娘が愛する人を殺してしまったのか。そしてこの事件の結末には怒涛の復讐劇がありました。おさす、久しぶりに家でオムライス作ってみようと思っているケンちゃんです。作りなさい。ウェディングドレスはマーメイドラインって決めてます。闇闇子です。本日は娘の婚約者を射殺するというね、もうやばい男、グレイディ・スタイルズについて取り上げたいと思います。最悪の父親よ。我々のね、常識の範疇をね、もう超えてるんですけどね、このグレイディね、一体どんな人物だったのか見ていきたいと思います。見せ物小屋の一族。遡ること54年ほど前の1937年、アメリカのペンシルベニア州ピッツバーグで一人の男の子が産声を上げます。その男の子の名前はグレイディ・スタイルズ。彼は先天的に手足の指が少ない状態で生まれました。彼の手は手のひらに向かって裂けており、まるでザリガニのハサミのよう。足は極端に小さく、ヒレのような形で普通に歩くことはできませんでした。これは遺伝性のもので、スタイル付けの人間は古くからこのような身体的特徴を持って生まれてきたんです。そしてスタイル付けは代々ザリガニ男やカニ男といった芸名でフリークショーに出演していました。フリークショーとは奇病で生まれた人や手足がないなどの身体的個性を持つ人々が芸をすることで、当時はこのショーが流行っていた時代なんです。幼いグレイディも家族と同様ロブスターボーイと名付けられ、若干7歳にしてフリークショーデビューを果たします。こうしてグレイディはショーをしながら全米を渡り歩き、人々の好奇の目にさらされながら出演料を稼いでいたんです。フリークショーって今の時代から見たらほんと悪趣味よね。それをね、楽しめるっていうのが分かんないですよね。まあ当時の風潮にはあったのかもしれないけどさ、20世紀まではね、もう結構一般的だったんですけど、難しい。でもね、現代はもちろんやってないです。我々がね、なんかアフリカの民族の儀式とか文化とかお祭りとか理解できないのでね、やっぱ時代とその地域性によってね、変わってくるところもあるんで、一概に否定はできないかもしれないですけどね。それでお金もらって生活してたってのもあるかもしれないよね。ここまで見るとちょっと変わったね、芸人さんに見えるかもしれないですけど、だんだんとね、グレイディのその本性が明らかになっていくんです。ショーの世界で育ったグレイディ、自分の芸を磨くことで着実に芸人としてのキャリアを築いていきました。そんな時、グレイディはある人物と出会います。それはショーの従業員として働いていたメアリー・テレサ・ヘルツォーク。彼は育ってきた家庭環境が複雑で精神的に不安定なところがあるんです。そんなメアリーが心の拠り所にしていたのがフリークショーだったんです。大多数の人とは違う特徴を持ちながら前向きに芸に取り組むフリークショーの芸人たちの姿に勇気をもらっていたのかもしれません。ショーの合間にメアリーと話すことも多かったグレイディは彼女にいつしか心惹かれていきました。そしてメアリーはというと、彼女も同じ気持ちだったんです。グレイディとメアリーはお互いの共通点を知ったことで惹かれ合っていったんです。その後2人は交際を開始。そして1958年、グレイディが21歳の時、2人は結婚したんです。素敵な関係じゃない、めちゃくちゃ。そうなんですよね、と思いきやね、こっからですよ、グレイディの本性が明らかになっていく。結婚から5年後の1963年、夫婦の間に長女のドナが誕生。グレイディの遺伝はというと、彼女には影響を与えませんでした。続いて次女のキャシーが誕生。彼女は長女とは違い、グレイディの特徴が遺伝していました。グレイディはそんなキャシーを大変可愛がっていたんです。もちろん長女も愛していましたが、自分との共通点を持っているキャシーを多少ひいき目に見てしまっていたのでしょう。愛する妻と子供たちに囲まれ幸せをかみしめていたグレイディ。しかし結婚から数年経った頃からグレイディにある異変が現れたんです。なんと妻メアリーに暴力を振るうようになっていきました。グレイディは外での移動は車椅子を使用していたんですが、10代から鍛えた彼の上半身は非常に強靭。驚くべき腕力と不自由なはずの手を巧みに使って地面を這うように移動することができたんです。そうやって妻メアリーににじり寄ると、2つに裂けたロブスターの爪で彼女の首を掴み床に押し付けました。メアリーは酸素を求めてもがきます。しかしグレイディはメアリーが窒息で気を失う直前まで手を緩めることはありませんでした。しかしなぜグレイディは愛する妻メアリーをここまで痛めつけてしまうようになったのか、後
後にメアリーはグレイディの DV についてこう話しています。ウイスキーが彼を変えてしまった。そう、グレイディは極度のアルコール依存症だったんです。人格まで変わっちゃうって本当なんか前の事件でもあったけど、お酒ってめちゃくちゃ怖いわよね。もう酒に飲まれちゃダメですよ、皆さん。だからね、もう逆に一回限界来た人はね、自分のなんか飲酒量とか覚えておくといいっすよ。まあ限界来る前まで、そう、何杯までとかね。実はね、このアルコール依存症ね、日本のね、人口の100人に1人はかかっていると言われています。まあ想像以上に身近っすよね。まあ進行するとね、酒に脳がずっとこうハイジャックされたようなね、状況になるんで、皆さん本当にお気をつけください。ここからグレイディの暴走はヤバすぎるものになっていくんです。ロブスターとショットガン。アルコールに支配されたグレイディの暴力は日に日に悪化。特にフリークショーのツアーが行われない冬の間は一日中家の中にこもっているため余計に悲惨だったんです。グレイディは朝目覚めるなりウイスキーを煽り妻メアリーへ暴力を働きました。時にはなんと性的虐待まで。そんな父と母の姿を見て10代になった次女のキャシーが立ち上がります。キャシーはグレイディに押し付けられ苦しみもがく母メアリーを見かね止めに入ったんです。先にもお伝えした通り次女キャシーはグレイディに大変可愛がられていました。なんとグレイディと次女キャシーの2人だけでショーを開催したこともあるんです。いくら泥酔しているグレイディでもそこまで愛する娘が間に入ればおとなしくなるかもしれません。しかし酒を飲んだグレイディはもはや獣。彼はキャシーを大切に思う気持ちすらも忘れ去り、あろうことか止めに入ったキャシーに容赦なく暴行を加えるんです。妻メアリーは自分のみならず娘にまで暴力を振るうグレイディに耐えかね、とうとう逃げるように離婚を申請。結婚から15年後の1973年のことでした。娘2人の親権はというと、なんとグレイディが親権を勝ち取ったんです。娘たちは凶暴な父親と親子の縁を切ることはできませんでした。そしてこの後長女ドナは父の信じられない行動を目にすることになるんです。次女だけじゃなくて長女にまで手出すわけ。いや、そうなんですよ。もともとね、次女のね、キャシーはね、グレイディに暴力振るわれていたんですけど、長女のドナはね、暴力以上のことをされてしまうんです。15歳になった長女のドナは相変わらず酒癖の悪い父グレイディとの生活に嫌気がさしていました。しかしある男性の存在が彼女の生活に彩りを添えていたんです。その男性とはドナより少し年上の青年ジャック・レイン。彼は高身長でハンサムでした。2人はやがて恋仲になり交際することに。しかしこの2人の交際に猛反対する人物が、そうグレイディでした。しかしドナは決して引き下がりません。嫌です、私彼と結婚するわ。この言葉通りドナとジャックは結婚の話を進めます。後に起こる悲劇など知るはずもなく。そして1978年結婚式の前夜、グレイディはジャックを自宅に招き入れたんです。ジャックはこの時こんなことを思っていました。ついに祝福の言葉をもらえるのでは。そしてグレイディはジャックに言いました。お前に娘はやらん。期待を大きく裏切られたジャックでしたが、毅然とした態度でこう言い返します。僕は彼女を愛しています。あなたのような人から彼女を守りたいんです。そしてジャックがグレイディに背を向けたその瞬間、大きな音とともにジャックが倒れ込んだんです。この時ジャックの後ろに立つグレイディの手にはあるものが握られていました。それはなんとショットガン。銃弾はジャックの背中を貫き、辺りにはおびただしい量の血しぶきが。ほどなくしてウェディングドレスを抱えたドナが帰宅。血まみれで倒れるジャックの姿を発見するんです。ドナは言葉を失い手に持っていたドレスを力なく落としました。そんなドナにグレイディは言ったんです。別れなければこいつを殺すと言っただろう。許せないわよこいつ。娘の幸せなんてこれっぽっちも考えてないじゃない。そうっすよ。結婚式直前でこんなことがね、もう本当に娘さんからしたらね、絶対許せないですよね。そんな最低なね、男グレイディなんですが、せめてね、司法の力でね、彼を裁いてほしいってね、皆さん思うじゃないですか。実はね、この裁判意外な方向に進展していってしまうんです。判決と世間の反応。結婚式間近の娘の婚約者を殺害するという極悪非道の罪を犯したグレイディ。彼は裁判になると抵抗することもなく、すんなりと罪を認めます。それどころか自らをロブスターボーイとして生きてきたことを美談として語り、裁判員や裁判官に罪を軽くするように訴えたんです。私には私と同じような体をした子供がいる。私がいなくなったら誰が彼女らの世話をするんだ。果たしてこの演説の効果はあったのでしょうか。最終的にグレイディに下された判決は第3級殺人。海外ドラマとかでさ、第何級殺人とか聞くんだけど、いまいちなんかどんぐらいのひどい罪なのかってよくわかんない。まあそうですよね。その第何級とかはよく聞くと思うんですけど、というわけでね、よく聞くけどわからない言葉を解説するのが我々のメトラ。アメリカにおける殺人罪の量刑は州ごとに法律が異なり、殺人罪の分け方もそれぞれの州により細かく異なるんです。そのため今回は多くの州が採用している定義を見ていきます。第1級とは殺人の中で最も重い罪、計画性や明確な殺意に基づく殺人や強盗や強姦など悪質な犯罪が含まれる場合が該当します。罪の重さから情状酌量は認められないんです。一方第2級殺人は第1級から計画性を抜いたもの、カッとなって犯したなどの能動的殺人が該当するんです。殺人罪の中では最も刑が軽く、
くアメリカでは現在3つの州だけが採用している法律。現在では今回の舞台のペンシルベニア州に加えフロリダ州、ミネソタ州が導入しています。一般的に第1、第2に当てはまらないものは全て第3級に該当。飲酒運転による死亡事故のような過失致死も含まれているんです。いやいや、じゃあもうグレイディの刑は一番軽い刑じゃないの？いや、そうなんですよ。だから当時のメディアもね、うん同情評決だったんじゃないかっていうね、批判をしてるんですよ。うん。しかも刑の甘さはそれだけではなかったんです。第3級殺人罪が確定したグレイディ。一番罪が軽い殺人罪だとしても最大で25年の禁錮刑が課せられるんです。いくら罪が軽くなったとはいえ人を一人殺害しています。罪を償う時間は設けるべきなんです。しかしグレイディは長年にわたるアルコール依存症の影響なのか肝臓に炎症を起こしていました。それが判明するとなんと釈放されたんです。この決定に納得する人がいるはずがありません。刑務所にグレイディの身体的ハンデを受け入れる体制がないためではないかという見方もあり、世間の反感を買ったんです。その声を受けてなのか、最終的にグレイディに下った判決は15年間の保護観察。保護観察とは施設に収容することはなく、社会で生活をさせながら保護観察所の指導監督の下で更生を図る保護処分のこと。グレイディは結局ほぼ刑務所に入ることもなく自宅での軟禁で済んだんです。ですが司法で裁ききれなかった彼の強行は意外な形で我が身に返ってくることになるんです。未成年犯罪でよく聞くけど、保護観察って大人にも適用されるのね、これね。いや、そうなんですよ。うんそしてね、世間からの批判もすごくて、グレイディはね、理学療法でね、うん更生させるべきだよっていうね、うん声がね、多く上がっていたんです。そしてね、この後も続くグレイディの横暴によって、事態は最悪の結末を迎えてしまうんです。最悪の結末。保護観察がついたことが影響してか、グレイディはついに酒を飲むことをやめるんです。そして周りから人がいなくなってしまって孤独を感じたせいなのか、離婚した最初の妻メアリーに電話をかけるようになります。メアリーは離婚後たびたび優しかったことのグレイディと可愛い子供たちのことを思い出していました。実は彼女、グレイディと離婚してから別の男性と結婚していました。二人の間には息子ができたんですが、ほどなくして離婚。寂しさと多くの不安を抱えていたんです。そのためこのグレイディの電話はメアリーにとって寂しさや不安を紛らわすことができるものだったんです。そして1988年、メアリーは禁酒を誓ったグレイディと再婚することを決めます。グレイディは彼女の前の夫との息子も快く受け入れたんです。こうしてメアリーは人生の再スタートを切りました。グレイディは再婚後、メアリーの望む通りの振る舞いをしていました。しかしこのメアリーの信頼はあっけなく裏切られてしまうんです。グレイディは数年でまた酒を飲み出し、彼女に暴力を振るいました。しかもそれは以前にも増して残酷な仕打ち。グレイディはウイスキー臭い息を吐きながらメアリーを押さえつけ、彼女の首に鋭いナイフを突き立てたんです。いやいや、もうほんとなんか何回も言ってんだけどさ、酒ってほんと人をダメにするわよね。いや、もう本当に我々も気をつけないと。油断禁物ですよね。うん幸いね、大事には至らなかったんですけど、こんなね、首にナイフ突き立てられてね、もうメアリーの心の中でね、もう糸がね、切れてしまったんです。グレイディの暴力に耐えることに限界を感じたメアリーは息子に相談します。すると息子はいい考えがあるとメアリーにある提案をするんです。この息子の提案を聞いたメアリーは確信します。そうね、それしか夫の暴力から逃れる術はない。その後2人が向かったのはギャングのアジト。なんとメアリーと息子はギャングを使いグレイディを暗殺することを計画。そしてメアリーは特に地元で知名度があった17歳の若きギャングクリス・ワイアントを雇いグレイディの殺害を依頼。その2日後、メアリーは自宅にクリスを招き入れたんです。クリスがリビングルームを覗き込むと、そこには下着姿でくつろぐグレイディの姿が。無防備なグレイディと距離を少しずつ詰めていくクリス。そして手に握った銃でグレイディの後頭部に狙いを定め撃ち抜きました。1992年、グレイディが55歳の時でした。グレイディの殺害成功後、3人はすぐさま逮捕されます。ギャングのクリスは第2級殺人罪の判決を受け27年の懲役。メアリーの息子は首謀者として終身刑。そしてメアリーは43年の刑期を言い渡され、事件は幕を閉じました。近所でも嫌われ者だったグレイディ。葬儀に訪れる人はわずかで、棺の付き添い人になってくれる人さえもいなかったそうなんです。凶暴で決して許されない罪を犯したグレイディ。この事件と彼の生い立ち、そしてアルコール依存症の関係とは。メトロの皆さんはどう思いますか？